皆さんこんにちは、まなみです。今回はてるてるから新しく発売されたマスクフィットルビーメッシュクッションをレビューしていきたいと思います。ケースがルビーのような形をしているので豪華になっているなと思うんですけど、その分少し重さは足されているかなっていう感じです。で、こちらは SPF30PA2 プラスあって3色展開になっていますが、私は 21N アイボリーを購入しました。ちなみに色味はこんな感じでフローラル系の香りです。ということで商品説明を読んでいきます。何度重ねてもカバーパウダーでツヤ感を持続。みずみずしいテクスチャーが繊細で上品なツヤ肌を演出。バラ由来のルビーのようなビーガン PDRN を配合しているそうです。すべての肌タイプに寄り添うオールスキングロークッションで、ハイカバーでセミグロー仕上がり、72時間カバーとツヤが持続すると書いてあります。で、あとはですね、くすみカバー効果テスト、カバーアップ効果テスト、透明交際膜形成成果テスト、弾力改善効果テスト、24時間メイクアップ持続力テスト、マスク付着防止効果テスト、あと皮膚低刺激テスト済みだそうです。こちらにティルティルのクッションのラインナップの画像を載せておこうかなと思いますが、こんなに種類があるんですけれども、私の肌に合っているなって感じているのはマット寄りのピンクとブラックです。カバー力が欲しいならピンク、すごくナチュラルな仕上がりが良かったらブラックがおすすめなんですけど、この中で一番綺麗に塗れるなって私が感じたのはブラックでした。その次にピンクかなっていう感じで、ということでその2つに比べて今回検証していくファンデーションがどうかなっていうところなんですけど、今実際に塗っているところで検証中なんですが、10時間後まで撮影していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ということで、早速塗っているところをご覧いただくんですけど、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めを塗っていきます。スキンアクアのヒアルロンセラム UV SPF50+PA4+ です。ちょっと多いかな。てるてるのクッションファンデは日焼け止めを減らしておいた方がよりにくいので、今肌にのせた量が多くて少し取りながら塗っていきたいと思います。今日アドベントカレンダーでチークが出たので、このてるてるのクッションを使ったんですけど、よれてしまったんですよね。なので日焼け止めは少なめで塗っていきます。それではファンデーションを塗っていきます。そして取れるので蓋でなじませて塗っていきます。先ほど一度塗ったってお話ししたんですけど、やはり量がつきやすいのでちょっと一度ティッシュで落としますね。ティルティルのファンデーションって気をつけて塗らないと少し厚塗り感が出てしまうので、今失敗したかもしれないんですけど、とりあえず塗っていきます。少しこする感じで塗りつつ毛穴を埋めて綺麗に塗れるように頑張ります。おそらくこのスポンジがかなりファンデーションを吸ってくれるタイプなので、結構しっかりめに肌につくかなっていう印象です。私はティルティルの中だとカバー力が高いもので言えばピンクのクッションファンデが好きなんですけど、今回新しく出たものと比べてもピンクの方が肌に合っていた気がします。やっぱりカバー力が高い分ちょっとよれるんですよね。左側に塗ってみました。おでこはこんな感じで少しはみ出てしまったんですけれども、カバー力が高いのがわかるかと思います。私の肌だとグローのクッションファンデってすごく密着するっていう感じはないんですよ。なのでこのクッションファンデもピタッと密着っていう感じではないんですが、まあまあ綺麗かなって思います。で、頬と鼻はこんな感じで光を下げてみるとこのくらいのカバー力なんですけど、やはりカバー力はかなり高いです。ミディアムとハイカバーの間くらい、ハイカバーに近い感じの仕上がりになります。ただこの辺りとかやっぱり少しざらつきが出ていて、すごくよれているとまでは言わないんですけど、やっぱりピタッと密着っていう感じではないですね。反対側も塗っていきます。
こちらはあまりファンデーションをつけていないパフで塗っていっていますが、あまりつけていない方が綺麗に塗れます。でもカバー力はそんなに左右で変わりませんね。やっぱりカバー力はグローにしてはかなり高めかなって思います。やはりちょっと白くざらついているところはあるので、多分私の肌と相性のあまり良くない成分が入っているんだと思うんですけど、てるてるの赤いクッションを使った時も思ったんですが、なんかざらつきが出てしまうんですよね。全顔に塗り終えました。でおでこなんですけど、この辺りは少しよれてしまっています。何回も叩いたからだと思いますが、あまりいじりすぎると良くないファンデなのに、いじってしまった私が悪いんですけど、もう少し綺麗に塗ろうと思って何回も叩いてしまうと余計に崩れてしまいます。先ほども少しざらつきがあるってお話ししましたが、そんなに近くで見なかったらわからないんですよ。なので綺麗に見えるかもしれないんですけど、鏡をすごく近くに近づけると気になるかなっていう感じです。パウダーを重ねると目立たなくなる場合もあるので重ねていこうと思います。最近冬で乾燥しているので、マットすぎないマットのパウダーの方が綺麗に保たれるので、こちらのシンクロスキンインビジブルシルクルースパウダーのマットを使っていきます。こんな感じでメッシュタイプになっていて、ベージュのパウダーなんですが、これをこちら側にまず塗ってみます。パウダーをのせるとざらつきは目立たなくなるので、かなり肌は綺麗に見えます。左側にパウダーを塗りました。でこはこんな感じです。ちょっとよれているかなっていう部分はあるんですけど、でもパッと見た時は綺麗に見えるかなっていう印象です。で、このざらつきがパウダーを塗ることによって目立たなくなったかなと思います。普通に綺麗に塗れるファンデと同じぐらいの仕上がりになりました。このままパウダーを塗らずに検証していくか迷いましたが、おそらく皆さんパウダーを重ねると思うので軽くのせておきます。やはりこの辺りのざらつきがパウダーを塗ったことによって目立ちにくくなりました。ということで10時間検証をしていきます。こちらは4時間後の動画です。パサつきがある部分とかは変わっていないんですけど、皮脂もそんなに出ていないなと思います。頬もテカってるっていう感じはなくて、鼻はこんな感じで少しテカっていますが、そんなに目立つほどではありません。やっぱり冬で乾燥しているっていうのもあると思うんですけど、まだ塗りたてとそんなに変わらないかなって思います。こちらは7時間後の動画です。おでこですが少しツヤ感が出てきました。塗った直後と比べてすごく汚くなるということもなく、この辺りとかざらつきは少し見えていますが、崩れてはいないです。あと皮脂もこのぐらいなので、ちょっとツヤっとしているなぐらいなんですが、まだテカっていないかなと思います。ただ鼻はテカっています。こちらは10時間後の動画です。おでこはこんな感じで、そんなにテカっていないかなと思います。この辺りのざらつきはまだありますが、ちょっとツヤっとしているくらいで、頬と鼻はこのように皮脂は出てきているんですけど、ほうれい線を見なければそんなにテカテカっていうほどでもないのかなと思います。最近スキンケアも過剰に保湿しないようにしているので、昔検証した時よりもテカりにくいかなって思うんですけど、あと冬っていうのもありますし、こんな感じで持ちはいいかなって思いました。で、もともとてるてるの赤いファンデとかが合う人だったらこのファンデもとてもいいんじゃないかなって思いました。
実証符してパウダーを重ねてみます。パウダーで直したらかなり綺麗になります。結構綺麗に治ったんではないでしょうか。少しパサつきは見えるものの、パッと見そんなに気にならないので、メイク直しはうまくできる部類に入るクッションファンデかなと思います。このファンデーションの長所は、冬だからというのはありますが、持ちが良かったです。あとメイク直しをした時に綺麗に戻るなと感じました。短所は私の肌だと塗る時に厚くつきやすくて、ざらつきが出やすいところです。ファンデーションをかなり少量だけ取って塗れた時も少しよれる感じがありました。てるてるのクッションファンデって有名なので持っている方が多いかなと思いますが、もともと赤いクッションファンデを使ったことがあって気に入っている方は今回の新作も合うのかなと思います。逆に私のように密着力の高いセミマット仕上がりが肌に合うなっていう方は、今回の商品は購入をスキップしていいかなと思いました。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。